これでどうだろう。 OK。 はい、どうもです。今回の動画なんですけども、以前に開封と走行動画をアップしました JR 九州のキハ185ですね、アラングザ九州、こちらの方にテープ LED 室内灯を組み込んでいこうと思います。テープ LED の方、こちらですね、こちらの方のちょっとハンダ付けの方からやっていかないといけないんですけども、まずこれをねちょっと用意しましょう。このタイプは3つでライト3つで1組ということで、3個単位でこうカットしていくっていう形ですね。でカット位置はここですね。で、このチェックついてる側、こちらの方がプラス側になります。まずこれね、そして次にこちら1ダイオード、こちらを4つ。このタイプはこのライン入ってる側に、プラスとマイナスの一応刻印はあるんですね。今ピンセットで持ってない方の足ですね、これがプラスになるので、これを平らに剥がしておきます。トミックスの製品の場合、終電のスプリングをここに取り付けないといけないんですね。この部分に終電のスプリングを取り付ける必要があるので、まずねちょっとスプリングを取り付けていこうかなと思います。ちょっと足を広げておいて、今回使用するスプリングですけども、今までは爪楊枝にね巻きつけて、銅線巻きつけて作ってたんですけども、こんな感じで終電用のスプリングで単三つ巻きという形で、ここですよね、端っこがハンダ付けしやすいように、こんな風に端っこの部分が三つ巻きになっているスプリング、こういうのをねちょっと売ってましたので、こちらの方をちょっと購入しました。でこれをここですよね、ここにこうハンダ付けしていくっていう形になりますね。ちょっと予備ハンダをこれで今度これでここですよね、こちらの方に取り付けていくっていう形になります。蛍光とかと、コンデンサーちょっとね一応あるんですけど、またその取り付けも大変なので普段はもう使ってないです。でさてまずボディを開けていきます。そうですね、トミックスの車両こんな感じで、ここに終電のスプリングが入るっていう形になりますね。こちら感じで問題なくつきますので、これで組み込みは大丈夫でしょう。でただこのままだと当然こうたるんでしまっているので、プラ板をここに
貼っていきます。当ててしまいます。でトミックスの車両、ここにまずスプリングが入って反対側がここに乗るんですよね。なのでそこ乗せるスペース用にもう1枚プラ板を今度は LED 側の方に取り付けます。 LED のチップとチップの間にですね、両面テープでトミックスの車両はここに届かせないといけないので、プラ板を少しこうずらしてこちら側を伸ばして、これで上にこう乗るので、両面テープをここも使います。細く切った両面を上に固定するような感じですね。こんな感じでボディを戻していきます。これでボディを元に戻す。そして通電の確認、こういう感じですね。ここちょっと画面の端っこなんですけども、こういうふうに通電の方確認できました。ということでこれで1両組み込み終わりです。次じゃあ動力車の方をやっていきましょう。動力車はスプリング、この長さちょっと長すぎるんですよね。終電ここなんですけども、場所としては同じなんですけど高さが違うので、これちょっとカットが必要になります。こういう感じですね。よし、これでどうだろう。 OK。 さてこれで動力車の方も組み込みできましたので、あと同じように残りのトレーラー車2両組み込んでいこうと思います。いけますね。よし、では残り組み込んで試運転やっていこうと思います。では、室内灯の方取り付け終わりましたので、レイアウトの方並べました。ではちょっと点灯テストの方やってみましょう。こんな感じですね。自作のね、導線を巻いただけのスプリングと違ってきちんとやっぱり跳ね返りあるので、今回購入した終電用のスプリングですね、やっぱりきちんと生産されてるスプリング違いますよね。しっかりとこのLED に取り付けたスプリングが終電板しっかりこう押し込んで接点を維持してくれてるっていうのがよくわかりますね。車両ごとに差があるっていうことは、中でのやっぱ接点の維持だったり、その辺なのかな。レールの汚れとかは多分あんまり関係ないと思うんですよね。これはもう LED の自作室内といつも起きることなんですけども、車両ごとにどうしてもこう差が出てしまうっていうのはね、トミックスのキハ185アランザ九州、こちらの方にテープ LED の室内灯の方組み込みの方やっていきました。こんな感じで鉄道模型に関する動画投稿していってますので、鉄道模型興味のある方チャンネル登録いただけるとありがたいです。ということで今回の動画はここまでとなります。どうもご視聴ありがとうございました。